はい、今からねハイパーラプスを撮ろうと思うんですけれども、ハイパーラプスを撮る時のコツはこれね、トリガーを押さないとこうやって動いてしまうんですけれども、基本的に中心点を合わせてトリガーを押すと見ていただければ分かるんですけど、動かないんですね。なので、中心点を決めたらトリガーを押してまっすぐ進むと綺麗なハイパーラプスが撮れます。で、このスタビライザーを使った撮影のコツはですね、同じ目線でまっすぐ進むこともできるんですけれども、これだと周りに映ってる絵が少ないので、ちょっとローアングルにすると、こういった横の柵を映してあげるとより臨場感が伝わると。従来のオズモモバイル3だとこの iPhone をわざわざね手持ちに切り替えるとき取り外さなきゃいけなかったんですけれども、オズモモバイル4に関してはマグネットなので、例えば途中で電話来て、僕春樹との Vlog でこれもしもしってやつだと思うんですけれども、そういうのもすぐに取り外して電話することもできたりとか、手持ちにすぐ切り替えたりとか、そういった表現が可能になります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。簡単にね、オズモモバイル4のスペックを振り返っていこうと思うんですけれども、何より今回アップデートされたのがアクティブトラックです。小さな被写体でも逃すことなく正確に認識することができます。次に2つ目、ダイナミックズームです。こちらスマートフォンのね範囲を超えた表現が可能になります。3つ目、アップデートした手ブレ補正です。より強力なモーターによって安定性を保つことができます。次4つ目なんですけれども、何よりね、この磁気スマートフォンホルダーですね。簡易的に取り外せることによってシャッターチャンスを逃さなかったり、バランス調整が可能になります。そしてこれがね取り外せることによってこういった感じで折りたたみもよりコンパクトにポケットに入るようにもなります。はい、それではね、編集画面にて次の説明をしていこうと思います。はい、それではね、日本一周中なのでキャンピングカーの上から大変失礼いたします。それでは、今回ねオズモモバイル4を、iPhone だけで撮影させていただいたんですけれども、それをね編集画面にて少し、ポイントをね解説していきたいと思っております。はい、それでは早速編集画面を見ながらやっていこうと思うんですけれども、今こんな感じで画面がAdobe Premiere Pro という編集ソフトを使用して、iPhone の素材をインポートして編集したんですけれども、一つね皆さんが結構印象を受けたシーンとして、この滝がすごく滑らかにつながってる映像があったと思います。これです。はい、この滝が流れてそのまま、カメラをね手持ちでこのオズモモバイルでいう磁石を外して手持ちで撮ったと、滝に合わせてね。その後に、草から滝を取ったんですけれども、この流れをちょっと一回つなげていきたいと思っております。はい。で、この編集時に iPhone で、撮ったとは思えないような表現をするためには、撮影時にね編集を意識したつなぎをやると、すごくかっこよくなります。一旦これでカメラを下に切ります。で、カメラを下に切ったので、そのまま次は上から下につなげたいと。なので僕は撮影時に皆さんにお見せしたと思うんですけれども、このカット。
これ一回つなげます。クリップをつなげただけですね。はい、こんな感じになるんですね。はい、これはもうカメラをズームにしてもう本当に石で切っています。石で切ったその先には次この葉っぱですね。葉っぱが画面全体を覆った時にこのカットを使うようにしましょう。でこれはね Adobe Premiere Pro で解説しているんですけれども、Adobe Premiere Pro だけじゃなくて Final Cut でも iPhone だけの編集ソフトでも同じことなので、編集を意識した撮影をちょっと皆さんにねお伝えしているという次第になっています。はい、もうこれだけでなんかもうかっこいいつなげになってますよね。一回全体画面で見ていきましょう。はい、こんな感じですね。でここでねまたよりの滝とでここでまた画面全体でこの葉っぱが隠れたらまた新しいカットを追加していこうと思います。次はもっと引きでこの滝が眺められるようなシーンを使いたいと思います。はい、これはどういったシーンかというと、この Osmo Mobile 3を使用して葉っぱに当ててます。そのカメラをね、この iPhone を葉っぱに当てて、つなぎを意識しています。なのでこの画面の全体が葉っぱで埋まったらこれをつなげたいと思います。一旦見ましょう。はい、ちょっとなんかタイミングが悪いのでもう少し後ろのこういうシーンですね。はい、いかがでしょうか。これだけでちょっと全部見ますね。はい、これが全部Osmo Mobile 4で、撮影したり手持ちで撮影したりっていうことを、撮影時に少し意識するだけでこのね編集画面に行って3カットつなげただけでもすごくかっこいい演出になっております。次にですねハイパーラプスをちょっと解説していこうと思います。今回ねこの Osmo Mobile 4はですね強力な手ブレ補正が効きますのでカメラをね中心で固定させていただいて、そこでずっとまっすぐ歩くというハイパーラプスという表現をやったんですけれども、それを編集時ではどのような、形で調整しているかを皆さんにお伝えしていこうと思っております。すごく簡単です。画面を追加させていただいて、直進していますと。使いたいカットはこれにまとめましたと。でこのままだとすごくゆっくりなんですね本来。これを速度を上げたいと思います。はい、こちら速度を速めてですね、この Adobe Premiere Pro でいう補完のフレームブレンドを押すとこのブラーがかかります。これレンダリングするとすごく滑らかにハイパーラプスを開始することができます。はい、じゃあ見ていきたいと思います。全画面こんな感じ。すごく印象的なハイパーラプスに仕上がりました。こういった原理で基本的には他の素材もハイパーラプスを追加させていただいて、長い素材をこうやって早回しして、少しそういったフレームブレンディングという、ブラをかけてあげると普段とは違った表現になるので、今ね僕がこうやって、簡単ですよ、この Osmo Mobile 4を使用して撮影をしてで、編集でつなげるだけなんですけれども、少し意識するだけで、ここまでかっこよくできますので、もしねこの動画を見て、皆さんのねポケットに入っているスマートフォンでも Osmo Mobile 4を使用すると、ここまでの表現が実現可能になりますので、ぜひ皆さんたくさん動画制作チャレンジしてみてください。こういった形でねOsmo Mobile 4を使用した僕の動画表現と、編集解説を今回はさせていただきました。今日もね最後まで見ていただきありがとうございます。引き続きね日本一周頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さんさようなら。